2019年6月のインターネットウォッチのニュース記事からの引用です。ファミリーマートと経営統合したコンビニチェーンサークル系サンクスの公式サイトで使われていたドメインサークル系サンクス .jp がオークションにて約6000万円で落札されました。悪意のある第三者の手に渡った場合はフィッシングサイトなどに使用される可能性も考えられるとのことでした。セキュリティの観点では手元を離れたドメインであっても問い合わせを受けたりフィッシングサイトなど悪意あるサイトに転用された場合はドメインの捨て方に批判を受けるといった懸念もあるかと思います。ニュース記事によると、経営統合は2016年9月で、サークル系サンクスは2018年11月30日で、国内全店舗の営業を終了し、ホームページやアプリなどの運用も終了していたそうです。その後、ドメインは更新されず、更新猶予期限が過ぎたことから、第三者が利用する権利が生まれました。オークションにかけたのは、ドメイン登録会社である GMO インターネット社のお名前 .com というサービスです。運営実績のあるドメインなので、非リンクの件数の多さから検索結果が上位になることも予想され、SEO 的には価値があるとされています。半年ほど様子を見ていましたが、2020年1月時点では表立ってホームページ等の活動をしているようには見えません。一般にドメイン名は洗顔主義なので商標権の侵害などがない限り先に良いネーミングのドメイン名を登録した人に利用する権利があります。逆に更新がされなかったドメインは猶予期限を経て再登録可能な状態になります。ドメインは1年更新で年間数千円で利用することが可能ですので IT バブル時代には競って登録がされていました。3文字の組み合わせや辞書に載っている単語などは枯渇してしまったので TLD トップレベルドメインの種類も増えていきました。トップレベルドメインは国コードを用いた CCTLD と汎用の GTLD とに分類されます。CCTLD では日本は JP、ベルギーは BE といった感じです。YouTube も短縮 URL 用に、腰津 BE というドメインを登録しています。GTLD は、初期には、コムネット ORG のみでしたが、インフォやビズなどをはじめ、今では、数百種類に増えて、ドメインの需要に対して供給が増えています。登録されるドメインが多ければ、更新されなかったドメインも、星の数ほどあるようです。ドメインが失効した旨の無害なページが表示されることも多いですが、一方で Windows のセキュリティ警告を装ったものなど悪意あるサイトを目にしたことがある人も多いかと思います。セキュリティの観点では自分の手元を離れたドメインであっても新しいサイトについての問い合わせを受けたり、アダルト系、マルウェア配布、フィッシングサイトなど悪意にあるサイトに転用された場合は、ドメインの捨て方について批判を受ける可能性もあるかと思います。リスクとしては、ブランドイメージに被害を受ける恐れもあります。ドメインは年間数千円で登録できるので気軽に登録できますが、そういったセキュリティ面からロードブロックとしては、一度登録したドメインは手放さない方が良いのではないかと考えています。第三者に悪用されることを防ぐのであれば、ドメインだけ更新して DNS に登録しないということもできます。非リンクが多いなど SEO 的な価値があれば、例えば統合先のブランドを引っ越しましたと案内するページを立てておくのも良いかもしれません。キャンペーン向けのサテライトサイト用ドメインであれば、そもそも独自ドメインは取得せず、自社ドメインのサブドメインを使う方法もあります。自社のサービスであることが明確で、不要になった場合も、第三者がサブドメインを取得することはできないので、捨てる時の心配も軽減されます。ここからは余談ですが、GTLD が増えることで、将来、プライベートネットワークで使用している、正規に登録されていないドメイン名と
将来登録されるドメイン名と同一の名前が出てくる恐れがあります。JP-NIC が名前衝突問題という専用ページを用意して啓発をしていますが、同じ名前が存在するということは、どちらのドメイン名との通信かが判断できないので、意図した相手と通信できない、または意図しない相手と通信してしまうという恐れがあります。実際に、.home や.corp といった勝手 TLD がプライベート空間を出て、実在の DNS ルートサーバー宛てに名前問い合わせが年間で数億レベルで発生しているようです。